今回はよく使う道具を詳しく解説しながら紹介したいと思います。これはプリンスの GT3000S というガスバーナーです。昔港南で見つけて買ってそっからずっと使ってます。最近は港南に売ってなくてネットで買ったりしてます。これは出るガスの量と火の細さを調整できます。いつも最大のガスの量で一番細い状態で使ってます。これがガスの量の調節です。炎の細さの調整です。これはオンにすると押したままになるスイッチです。バーナーとハードワックスをこんな感じで持ってこんな風にヘラでハードワックスを取っています。これも港南で見つけたヘラなんですがお絵かきしてしまいました。もしよかったらこのサムネイルの動画を見てもらえると嬉しいです。これが仕事でずっと使ってるヘラです。この固めのヘラのこの感じがちょうどよくフローリングとかだとすごく面が出しやすいです。スクレーパーとして作られているので購入時はカッターのように刃が鋭いんで研磨して角を丸くして使っています。K に比のハードワックスの F シリーズです。これは隠蔽力も高くすごく使えます。特に数が多い時などすごく楽に回れます。この901だけ半透明のハードワックスです。F ではありません。へこみ傷によく使えます。オルファのカッターナイフです。カッターの刃は角度のついたものを使っています。細かい下地処理がやりやすいです。これは港南が作ってる強力瞬間接着剤ゼリー状です。値段も量に対して安く使いやすいです。アルテコスプレープライマーです。さっきのボンドの効果促進をしてくれます。この2つを使ってバックアップを作ったり深い傷を埋めたり色を塗る時の表面保護用に使ったりしています。コピックペンです。このペンはちょっと色が足らないなっていう時とか木目を少し足したいなっていう時に簡単に書けます。試し書きをしてみます。まず細い方です。次に太い方です。書き方によっていろんな細さの線が描けます。家具修正用カラーチックです。昔からこれをずっと使っています。塗ったばかりと乾燥してからの色の違いがあまりなく使いやすいです。これは僕らがこよなく愛すモホークのバーインシーラーです。このシーラーは研磨した後を消すのはもちろんツヤ調整もやりやすくなります。試し拭きしてみます。反射するぐらいベタ拭きに拭いています。
ツヤの高い仕上がりです。スプレーを振ってないところと比べてみます。だいぶツヤが上がった感じです。次にマスキングテープの逆側をドライヤーを当てながらスプレー振ってみたいと思います。これでベタ拭きで拭いたところとドライヤーを当てながら拭いたところを見比べてみましょう。ドライヤー当てたところは艶消しのようになっています。最後の仕上げのツヤスプレーを振る前にこの時点で少し調整しておくと仕上げが楽になります。アクリルリペアラッカーです。これはフローリングの最終仕上げに使うことが多く、フローリングのワックスも弾かない仕様になっているため使いやすいです。紫外線吸収剤も入っているので応変しにくく、よく日の当たるところでもよく使えます。実際に使ってみます。こういう感じできめ細やかで綺麗な仕上がりになるのでアクリルリペアラッカーはよく使います。アイカのカラーシステムスプレーです。白い額縁や家具、枕棚によく使います。スプレーはよく振ってから使います。木目が消えるまで振って仕上がりを見ていきたいと思います。仕上がりは少し粒が気になりますが綺麗に仕上がっています。この粒を取るときは最終的に軽く研磨してツヤスプレーで仕上げると綺麗になります。アネスト岩田キャンベルのエアブラシ MX2950 です。このエアブラシにタミヤのエアカンをつないでます。エアブラシを使った補修動画もありますので、ぜひ参考にしてみてください。シンナーを入れてどんな感じに拭けるか試してみたいと思います。蓋にマスキングテープを貼っているのは、マスキングテープを貼っておかないとすぐになくなるからです。一番細い感じで出すとこんな感じです。ダブルアクションのエアブラシなので押すと空気が出て引くと塗料が出ます。後ろを回して広げると広く拭くことができます。
ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたらチャンネル登録、グッド評価をよろしくお願いします。